ロマンとプライドをマシンに乗せて、このコースで繰り広げられる熱い戦い。ルール無用 JCJC タイムアタック。先日そのリアルイベントとなる、超ルール無用 JCJC ステージ2024に出場させていただいた。これはそこで走らせた新マシンの開発動画である。本編。今まで開発したこれらのマシン。モノリスシリーズは、ハーイという可変ウィングを装備していて、JCJC 最大の難所レインチェンジで、マシンが浮いた際にウィングが立ち上がり、強力なダウンフォースでマシンを下向きに抑える、という共通コンセプトで設計されている。しかしモノリスイッチを開発した際に最速だったのは、可変ウィングを外してリアに固定ウィングを装備、というセッティングだった。可変ウィングは効果的だったけど、それが活躍する速度域に達していない。パワーを上げれば良いのでは？単純にバッテリーを2個直列。つまりにセルかという手もあるけど、今回使うのは、ブラシレスモーター。一般的なホビー用の小型モーターは、ブラシという部品で軸部分の整粒子を挟み、磁力を切り替えて回転している。一方ブラシレスモーターは、電子制御でいい感じに制御して回転している。ブラシの摩擦や消耗がないので高効率で超寿命。という特徴がある。とりあえず仮接続して回してみる。ふむふむ。なるほど。ブラシレスの音を。チュインチュインしててかっこいいな。サイズも小さく重量も軽い。そんなんメリットしかないじゃんと思うかもしれないけど。専用のモーターコントロール基板や、信号を生成する回路が必要になるので、その分重量や複雑さが増してしまうという欠点がある。あとシンプルに値段が高い。ちなみにモーター自体はすでに数種類買っていたのだけど、ブラシモーターでやり残していることがたくさんあるので、一旦保留にしていた。決してモーターを買いすぎたからではない。前置きが長くなってしまったけど、簡潔に言うとモノリスにブラシレスモーターを搭載し、爆速マシンに進化させる算段。というわけで開発を開始したいのだけど、開発方針を決めたのが超会議の約1週間前。しかも前回作った無限刹那の作り直しも同時に進める必要がある。というわけで大急ぎで開発を開始する。まずは具材の配置。中央にファンを配置して、その両脇に駆動モーターを配置。ローラー、バッテリー、基板類はこんな感じ。前後ローラーの中心に駆動輪を配置して、コーナリング性能を強々にする作戦。これに合わせてシャーシを設計。フロントの可変ウィングと、リアの固定ウィングをつければ、3D データ完成。もろもろの解説は後ほど。3D プリンターで召喚。修正点をチェック。再召喚。チェック。再召喚。よし、合格。アッセンブル。これに基板を搭載すれば、ブラシレスモーター搭載空力ギミックマシン、モノリスブレス、完成だ。祝福あれ。マシン解説。モノリスシリーズの特徴である可変ウィングを搭載しつつ、前回有効だったリアの固定ウィングも装備することで、フロントが下がりすぎて前転するのを防ぐ算段。ダメおじリスペクトの文字は、いつも通りばあちゃんに書いてもらった。リアには坂で接触するスイッチがあり、LC に突入するタイミングを検知できるようにしてある。ローラーや補助輪にはイベントスポンサーである、日本セイコー様から支給していただいた高性能ベアリングを使用。ウィングの可動軸やスイッチ部分にも搭載している。さらに今回使ったブラシレスモーターは、内部に極小ベアリングが内蔵されていて、スムーズな回転を実現している。これを NSK ベアリングに換装することで、さらに高性能なスペシャルモーターに進化させた。マシン重量は 53.83g、合計28個のベアリングと、制御基板を積んでいる割には軽く仕上がった。マイコンにテストプログラムを書き込む。今回導入したクリップがとても便利だった。基板側に細工をしなくても挟むだけで OK。プログラム書き込み中。動作確認。今回使った M5 スタンプピコは、Bluetooth が使えるので、ゲームのコントローラーで操作が可能。テストプログラムは以前開発したグランプリマシンのものを有用した。ベアリングポチッとな。まずは駆動モーター。よし。滑らかに回転している。
次はファンモーター。これも OK。下辺ウイングの動きも良好。レスポンスも良い感じだし、何より小さいのにとってもパワフル。次は LC スイッチのチェック。坂を検知すると LED が赤くなる。よし、しっかり検知できているぞ。さて、ここからは平面走行時の駆動モーターやファンの出力、LC でのファン出力の割り振りなど、色々と試してプログラムに反映させたいのだけど、すでにイベント出発の前日となってしまった。ので、マニュアル操作で走行させて当たりをつけることにする。シェイクダウン行ってみよう。ゴー。なかなかの速さだ。徐々に出力を上げて、ファン出力も上げてみよう。なるほど。わからん。映像を見返して気がついたのは、駆動モーターの出力を上げたのに後半遅くなったこと。おそらく同時にファンの出力を上げた影響で、駆動側の電力供給が落ちてしまったのだと思う。あとは過剰なダウンフォースが抵抗になった？情報が少ないけどとりあえずプログラムを作っていこう。まずはスタートから LC までのテスト。徐々に加速し LC を検知したら停止する。吹っ飛んでしまった。スローで見ると、LC 頂点付近でリアが下がりすぎてコースアウトしている。吹っ飛んだ衝撃でリアウイングの根元が折れてしまった。ので、ステンレスのパイプで補強。さらに右リアのローラーをゴムからプラに変更。これで姿勢のバランスを取りたい。ゴー。LC 検知できるか？よし、ちゃんと停止したぞ。次はいよいよタイムアタック用プログラム。ゴー。2回 LC を検知したら 0.3 秒後に停止する。タイムは 1.83 秒。自己ベストに近いタイムが出た。スローで見ると、1回目の LC はかなり余裕がある。2回目はリアが大きく浮いている。今回使っているリポバッテリーは HV というタイプで、通常の電圧より高い 4.35V で充電可能。つまりもっと駆動もファンも強くすることができる。しかし残念ながらここで時間切れ。荷物をまとめて超会議に出発。幕張へ移動中。到着。ホテルで最後の悪あがきをしようとしたら、まさかのブルースクリーン。しかも AC アダプタを忘れてしまった。再起動したら復活したので、特艦でフル充電用のプログラムを仕上げる。もちろんテストなしのぶっつけ本番仕様。そして最後の仕上げに、ブースでいただいたステッカーを一番目立つところに貼ってみた。レース当日。超ルール無用 JCJC ステージ開幕。私の出走順は1番手。モノリスブレスの走行は2回。まずは通常モードでアタック。アタックです。さあラッパ用までしっかり助走をつけて回るは0時入った。タイムはこちら。完走し 1.856 秒を記録。とりあえず記録は出たので勝負に出る。フル充電のバッテリーに交換し、吹き飛ぶ覚悟で全開走行モードに挑戦したところ。さあシグナルが変わった。行きます。これも速いがどうだ。まさかの完走。1.734 秒で自己ベストを更新した。1秒734。これは優勝間違いないな、と思ったけど。スタートした。その先は第一走者の宿命。スタートだ。最終的にモノリスブレスのタイムは3位となった。これで終了かと思いきや、スペシャルコーナーの対決で、ひろゆき氏がレンタルマシンとしてモノリスブレスを選択。もう一回走らせる機会をいただいた。ひろゆき氏は全開走行モードを選択。3、2、1、スタート。おお、さあここでラップタイムをまたいで完走となりました。ただいまのタイムはこちらだだん。結果は 1.779 秒で完走し、ひろゆき氏が勝利。そして走りの再現性などが評価され、なんと NSK 賞をいただいてしまった。というわけで自己ベスト更新や NSK 賞をいただいたりと、夢のような一日となった。しかしながら、
去年に引き続き裏ボスの記録に及ばなかった上に、魔王は導入したばかりの新機構で 1.7 秒台。まだまだ精進が足りないと感じた。ので、今年も祭りの続きを開催する。まずは通常モードで走行し、再現性の確認。ゴー。タイムは 1.95 秒。スローで見ると、1回目は問題なく通過したけど、2回目でリアが壁に乗り上げてしまった。そして引っかかった時の衝撃か、またしてもリアウイングを破損してしまった。こんなこともあろうかと用意しておいた予備のウイングに交換。JCJC の個体差もあるので何とも言えないけど、いずれにしろフル充電を試さなければならない。というわけで全開走行モードでアタックしてみる。ゴー。やってしまった。下辺ウイングが割れている。スローで見ると、1回目は問題なし。2回目でマシン右側からめくれてしまった。下辺ウイングを補修しつつマシンをよく見ると、上段のローラー位置がずれている。これはカーボンロッドを接着して固定。改めて全開走行モード行ってみよう。ゴー。どうだ？よし、タイムは 1.76 秒。超会議に近い走りができた。1回目の LC はこんな感じ。2回目も結構余裕があるように見あれ？ LC 通過時は LED が赤になるはずなのに、青になってしまっている。プログラムを修正せねば。ついでにモーター出力やタイミングも修正しよう。平面走行時のファン出力を 5% ダウン。LC 通過時の駆動モーター出力を 2% ダウン。走行映像を参考に LC ファンブースト時間を 0.5。そして完成した全開走行モード回。フル充電したてのバッテリーで行ってみよう。ゴー。きたー。タイムは 1.63 秒。自己ベスト更新だ。1回目の LC はまだ余裕がある。2回目はかなりクレイジーな姿勢でクリアしている。今回は空力ギミックマシンにブラシレスモーターを搭載。自己ベストを大きく更新することができた。さらに調整すれば 1.5 秒台もいけそうな気がするけど、マシンの大破と隣り合わせなので今回はここまで。ブラシレスモーターは電子制御と組み合わせることで、色々と面白いことができそうなので、今後もマシン開発に使っていこうと思う。一方シンプルな130モーターやコアレスモーターも、まだまだ活躍できるはずなので活用していきたい。おまけ。前回開発した超会議用のマシン、無限切な。色々と問題があったので結局作り直すことになった。同じマシンに見えるけどよく見ると色々変わっていて、主な変更点はファンの種類とモーター。3枚バネはかっこいいけど、今回の使い方だと2枚バネの方が優秀だった。シャーシも作り直ししたので、満を持して赤いモーターを搭載している。出発直前のシェイクダウンがこちら。ゴー。よし。吹っ飛んでしまった。けど大した修正はできないので、おまじない程度にフロントローラーを追加して出発。そしてこのマシンはレース前に大きな問題に直面する。イベント会場までの輸送時や、レース前日の展示の際、SDBS の電極部分に絶縁体を挟んでいたのだけど、長時間その状態が続いた影響で、電極が接触しなくなってしまったのだ。レース前に無理やり電極を曲げて修正した結果。スタート。さあラッパもここで超える。2回目の LC で吹っ飛んでしまった。チェンジ飛び越えてしまった。映像を見返すと、LC 以外の部分でちょいちょい LED が強発光。つまりダウンフォースブーストが発動してしまっている。その結果2回目の LC 通過時にはパワーが残っていなかったみたい。帰宅後に何回か走らせてみたけど。一度歪んだシャーシと電極を元に戻すのは難しく、コースアウトを連発し破損。一体出力したファンガードを切り離し、タイムアタックを続行するも、不思議な動きや、謎の空中軌道が発動するばかり。どうやら思った以上にシビアなマシンだったみたい。
残念ながら修正後は一度も完走することなく、完走しているので出発直前のシェイクダウンを見返してみる。ゴー。タイムは 1.85 秒。スタート位置を考えるとかなり良いタイム。ちなみにもし完走していれば、1.7 秒が狙える速度だった。今回はうまくいかなかったけど、コアレスモーターでも頑張ればまだまだ戦える。そんな希望が垣間見えるマシンだった。